実際に現場に立ちまして、自分の目で見て、自分の頭で考え、そして実際に物に触れて、つまり現地現物によりまして初めて自前の技術と呼ばれるものが身につくものであります。もっと良いものを追求するトヨタのものづくりと人づくりを継承していくことを誓います。トヨタイムズの富川裕太です。今回は今年2月に亡くなった豊田章一郎さんの特別追悼番組をお送りいたします。代表取締役内山田武様。弔辞。豊田章一郎名誉会長内山田でございます。ここに謹んでお別れのご挨拶を申し上げます。あなたは戦後の幾多の困難を乗り越えられ、トヨタ自動車およびトヨタグループを世界的な企業に育て上げた功労者であるとともに、その円満なお人柄や鋭い洞察力、卓越した指導力により尊敬を集め、私たちの心の拠り所というべき存在でした。それだけに2月14日、突然の訃報に接し、私どもは悲しみこの上なく、今も残念でなりません。あなたは1952年にトヨタ自動車工業へ入社されてから今日まで、トヨタの発展にご尽力され、日本の産業界のリーダーとしてご活躍されました。ものづくりを通じ、社会に貢献するという強い意志に、私どもは常に励まされ、挑戦する勇気をいただいていたように思います。これまで本当にありがとうございました。日本の未来を信じ、志高く歩まれたあなたのご意志は、次世代にしっかりと引き継いでまいります。深い愛惜の思いを込めて、心からご冥福をお祈りいたします。どうぞ安らかにお休みください。豊田章男でございます。遺族を代表いたしましてご挨拶を申し上げます。父は生前、トヨタグループに支えられ、鍛えられて発展してきたのがトヨタ自動車だと申しておりました。何事も一人でやろうとしてはいけない。みんなでやるようにしなければならない。そんな父だからこそ多くの人が集まり、支えてくださったのだと思います。忘れられない父の言葉があります。新しいものを作るために知恵を絞り、汗をかき、時間を忘れて熱中する。その瞬間が極めて楽しい。苦心した末に物が出来上がったとき、それを誰かが使って喜んだり、助かったりしたとき、この上ない喜びと感動に包まれる。だから、もっと勉強し、働いて、もっと良いものを作ろうと思う。この言葉を胸に、トヨタグループ全員でもっと勉強し、働いて、もっと良いものを追求するトヨタのものづくりと人づくりを継承していくことを誓います。最後に、これまで公私にわたり父をお支えくださった皆様に心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。ここからは半世紀以上トヨタ自動車の経営に関わってきた章一郎さんの軌跡をたどります。ものづくりの技術や技能は多くの経験を通して長い時間をかけて作られるものであります。実際に現場に立ちまして自分の目で見て
自分の頭で考え、そして実際に物に触れて、手を油で汚し、自分自身の問題として取り組むことによりまして、つまり現地現物によりまして、初めて自前の技術と呼ばれるものが身につくものであります。トヨタ自動車を世界に名だたる自動車メーカーに育てた名誉会長の豊田章一郎さん。1952年に当時のトヨタ自動車工業に入社。1982年のトヨタ自動車発足に伴い初代社長に就任しました。章一郎さんはトヨタの創業者豊田喜一郎さんの長男で、昭夫さんの父親です。で、私は、自動車を始めて50年以上やってますが、うちから会社まで通うのにね、自分でドライブしていくと50年前の方が早いんですよ。今の方が余計時間がかかる。これではね、あんまりいいとは思えないということですから、あらゆる交通手段をもうちょっと近代進歩させてですね、で自動車を通じていい便利な社会にしていくというのが我々の一つの、希望ですからね、そういうのをやっていきたいと。1925年2月27日に名古屋市の白壁で生まれた章一郎さん。姉百合子さん、妹和歌子さん、弟達郎さんの4人兄弟。幼少時代は自動車好きの父喜一郎さんや兄のように慕っていた英二さんとアメリカの高級車パッカードに乗りドライブを楽しんでいたといいます。名古屋大学時代に第二次世界大戦を経験。45年の夏は湖西の家で過ごしたが、ここでは遠州灘に侵入したアメリカの軍艦から艦砲射撃を受けた。飛行機の動きを見ていればいつ始まっていつ終わるか見当がつく空襲と違って、艦砲射撃は相手の姿が見えずよほど怖い。その度に防空壕に逃げ込んで暗がりの中でじっと耐えた。日本と自分の未来はどうなるんだろうという思いが募った。大学卒業後、東北大学工学部の大学院に進学。戦後すぐは学業と並行して一時期北海道のちくわ作りの工場で働いていたことも。1952年3月、章一郎さんに不幸が襲います。父喜一郎さんが高血圧の発作で倒れ、57歳という若さでこの世を去ったのです。同じ年の7月、27歳だった章一郎さんに転機が訪れます。トヨタ自動車工業への入社を決意したのです。もともとはトヨタに入る気がなかったと語っていた章一郎さんでしたが、志半ばで急逝した父の意志を継ぐことにしたのです。喜一郎さんの死からほどなくして本格的な国産乗用車クラウンの生産が始まりました。当時のトヨタには資金の余裕もなく、失敗すれば経営は再び苦境に陥る。文字通り背水の陣で開発を進めた。幸い国産愛用の機運の中、クラウンはお客様に好評を博し、販売店の努力と相まって順調に販売が伸びていった。国内生産が軌道に乗り、海外展開を考えた章一郎さん。向かった先はアメリカ・ニューヨーク。ところがここで大きな挫折を味わいます。私は1957年にサンプルとしてクラウンを2台ニューヨークに持って行きまして、現地のハイウェイを走った時のことを今でも思い出します。その車はボディが重くパワーが不足で加速性能が悪いために
上りのスロープになっているハイウェイの入り口からは入るのは危険であるために、わざわざ入り口が下りになっているところを見つけまして入らなくてはならないというような状況でございました。十分な走行試験を行わずにアメリカに持ち込んだことは大きな反省点でありまして、輸出を断念するに至りました。その意味で初代クラウンはトヨタにとりまして乗用車開発の原点だと思っております。私生活では1952年にひろこさんと結婚。新婚旅行の初日は箱根ゴーラホテルに泊まり、2日目は飛び込みで湯河原の温泉に泊まったといいます。それからほどなくして子宝に恵まれます。1956年に昭夫さんが誕生します。これを変えるの？ちょっと親子対談では昭夫さんのこんなエピソードを披露しています。ほら、伊達メガネ。ちょっとだけど社長はね乱暴な運転してね、昔うちのこのちょっとこの道のこっち側でねひっくり返ったんだよ。反対向いたやつにまだ僕が見に行った。そしたらね、これを見たら大変だと思いますけども大丈夫ですよ、生きてますよ病院に行ったんだよ。だからいない。あれもう死んじゃったのかなと思ったらもう退院して帰ってきてまあ危機一髪ですよ。18ですか。40ねえ、それもね外車がシュッと抜いたからこんちくしようと思って、ね、ひっくり返す。だからひっくり返らないような車にしないでからな。1982年、この時まだ別会社だった自動車製造を担うトヨタ自動車工業と販売のトヨタ自動車販売が合併。新たにトヨタ自動車が発足し、初代社長に就任しました。翌年に発売されたのが高級車クラウンの7代目でした。キャッチコピーはいつかはクラウン。日本が豊かさを夢見ていた時代です。トヨタの車は売れに売れ、1986年には通算生産台数が5000万台を超えました。本日ここに生産累計5000万台当社の第4基地を迎えることができたのであります。正一郎さんはものづくり経営の理念として5つの柱を掲げています。現地現物、品質は工程で作り込む、価格は市場で決まる、絶えざるイノベーションへの挑戦、ものづくりは人づくり。今日のトヨタウェイを完成させたのです。そして社長時代に正一郎さんが心血を注いだのは世界のトヨタに発展させること。1984年にはアメリカでゼネラルモーターズとの合弁工場の建設を成功に導きました。1988年10月、日米貿易摩擦に揺れる中、アメリカのケンタッキー州にトヨタ単独では初となる工場建設を発表しました。アメリカ以外にもイギリスやカナダなどで現地生産を進め、世界有数の自動車メーカーへと発展させました。こちらには正一郎さんの生涯を振り返る展示会場も設けられました。車が3台並んでいますね。これ全部正一郎さんが実際に乗られていた車だということなんです。こちらから見ていきましょうか。トヨペット SA 型乗用車、1951年、これが最初に、正一郎さんのマイカーになった車だということなんですね。正一郎さん
アメリカに進出する時にクラウンで高速の坂を登れなかったという失敗談を話していたこともありました。その後に作られた1960年のクラウンです。これがリベンジを果たすクラウンだということですね。この車にも乗ってらっしゃったそうです。これもすごくかっこいいし綺麗ですよね。そして正一郎さんが最近まで乗ってらっしゃったセンチュリーです。センチュリーといえば正一郎さんという、このセンチュリーはですね、正一郎さんが実際に乗ってドアの開閉音からですね、走り心地、乗り心地に至るまで細かくいろいろ指示を出されていたということなんですね。ですのでまさにこのセンチュリーという車は名誉会長正一郎さんに鍛えられた車だということなんです。正一郎さんは、特にその世界のトヨタを目指して、信念を持って広げていらっしゃいましたけれども、その時のやり取りで思い出になっていることなどありますか？外へとこうやっていこうというようなことでですね、大変、下っ端から言うとですね、頑張っておられた親分だったんだよね。当時は名誉会長正一郎名誉会長なんかは日本の国にまずこういろいろやらなきゃいけないことたくさんあって、で日本の国を頑張りながら今度は海外へっていうことでこう行ったという場面ですよね。僕らその後入ったから何も知らずにアメリカへポンと置かれたりヨーロッパへポンと置かれて、そこからゼロでこうやらせてもらったから、運が良かったですね。そういう先輩たちが日本の中でゼロからやりだしたりなんかしたことに対していろいろ教わりながらこっちでねゼロからやって、人柄もものすごく良かったんですかね。もうね本当に随分年下なんだけども、なんかっていうとすぐ来いって言って呼ばれるし、こっちものこのこ出てってねこれが困りましたとかねそういうこと言うと本当に市民になっていろいろ一緒に考えてもらうという意味ではね、いい部下だったかどうか分かりませんけれどもね、素晴らしい上司でしたね。やはり正一郎さんがいなければこれだけこう今世界にそりゃそうでしょう。そう思いますね。英二さんがおられてで全体大事なところを手を打ってで正一郎さんがそれを一つ一つ埋めていったというような気を僕はしてますけどね。正一郎さんが亡くなった数日後、ご家族と一緒にゆかりの地を巡りました。その様子をご覧ください。今日もですねなかなか名古屋に戻れないというようなこともございましたので、この間を利用しましてですねぜひとも、本社そして本社工場元町工場途中愛知万博があり非常に精魂を込めて愛知の皆様そして世界の皆様をお迎えする、ということで愛知万博の会場にはほとんど毎日足を運びましたので、そこの会場そして白壁町そして、お墓を回って、ここに参ります。そして、特に、本社工場元町工場においてはですね多くの従業員の方が沿道に、顔を見せ、そしてありがとうという言葉とともに、送っていただきます。まず訪れたのはトヨタ自動車本社。正一郎名誉会長が執務した旧本館です。昭夫さんやゆかりのある従業員が最後の出社をお出迎えしました。続いて向かったのは本社工場、そして元町工場。こちらでも沿道には大勢の従業員の姿が。
みんな。別に並びなさいって言ったわけじゃない。だけどやっぱり相当長い間ね、会社にいたから、いろいろ思い出を持った人が多くいてくれて、それがこうなってました。2005年に行われた愛・地球博では、運営にあたる博覧会会長を務めた正一郎さん。ほぼ毎日来た場所みたいな。はい。そうですね。もう初めて。ほとんど毎日。ね。はい。万博当時、グローバルループと呼ばれるこの場所をよく歩いていたそうです。動いたもっと見たいって、もっと見たいよっておっしゃってんじゃないですか。幼少の頃を過ごした喜一郎邸の跡地。ご家族と長い時間を過ごした南山邸には、生前親しくしていた方々が正一郎さんのお顔を見に来られました。正一郎さんを乗せた車は、祖父佐吉さんの故郷静岡県湖西市へ。住んでたあれもあって思い出は強かったと思います。はい。今みんながっかりしてますけど。市役所には記帳台と献花台が設けられ、花が手向けられていました。佐吉記念館には大勢の人が最後の別れを告げようと駆けつけました。そして最後には、
佐吉さん、喜一郎さんが眠る妙隆寺に足を伸ばしました。正一郎さんはどんなお方だったんですか？技術者としては技術の話をする時はとっても厳しい方でしたけれども、それ以外の時はいろいろこちらにも気遣っていただいたり、いつもこう手帳にものすごくびっしりいろんなことを書かれてて、で内山田君〇〇さんに会ったことあるかとか、知ってるかとか、どこそこ行ったことあるかとかっていろいろこう教えていただきましたね。そういう意味では技術者としての厳しさと人としての優しさ、これを本当にハイブリッドで持ち合わせてる方だなと思いました。いつ頃からこう話すようになったんですか、正一郎さん？やっぱり一番こう名誉会長と接点ができたのは初代プリウスの開発以降ですね。あの時は本当いろんなことを、サポートしていただきましたし、名誉会長からは幸いにも多くのご指導を直接受ける機会に恵まれました。特に思い出深いのは初代プリウス開発の際にいただいた多くのアドバイス、ご指導でした。当初ハイブリッドシステムと並行して燃費 1.5 倍の従来技術改良版との2本立てで開発していましたが、名誉会長から君たちは 1.5 倍システムに逃げようとしているのではないか、そんなことではハイブリッドシステムを完成させることはできないぞと言われ、プリウスはハイブリッド専用車になりました。世界で初めての挑戦をされたわけじゃないですか。ということはそれを許可しなければいけないですよね、上の方が。経営トップはですね。ですよね。それを認めたっていうことは、で今はこんなに世界中で走ってるわけですから、見る目があった正一郎さんと、そこにこうエンジニアとして応えた内山田さんっていう、いやこれは本当に、後日自分が経営者になって、経営者ってこういう判断をいつもさせられてんだということを自分自身も目の当たりにして、今おっしゃったようにね、あの時よく経営トップが利益も出ないこの車を未来にかけて、出させてくれたっていうのはとってもありがたいなと思いますね。トヨタ自動車を世界有数の自動車メーカーに発展させた正一郎さん。従業員に送り続けたメッセージとは。やっぱりクリエイティビティ、これは創造ということですね。チャレンジ、挑戦と、カレッジ、勇気と、この3つの字の頭文字を取って 3C ということにしたわけですが、やはりですね、私どもは仕事をする上ではですね、失敗を恐れるなということを特に申し上げたいですね。何もしなければ失敗はしないわけです。しかし失敗をしてもいいから新しいものにチャレンジしていく、そういう勇気がなければいけないと。でこれらのものを普遍のものとしてしながらもですね、一人一人のオリジナリティというものを加えて新しいものを作り出してほしいと思いますね。1989年にはレクサスの販売をスタート。ライバルを上回る静粛性や安定性などを実現しました。
1992年に会長に就任してからは財界活動にも取り組み、1994年から4年間自動車業界で初の経団連会長も務めました。大胆な構想、着実な実行ということを基本に置きましてですね、それで、3つの言葉、変革と、それから創造と、それから信頼ということを念頭に置きましてですね、2009年に昭夫さんが社長に就任してからは経営について助言することもあったといいます。そして先日、昭夫さんが社長のバトンを次の世代に渡す決断をした際には、世間も相当驚いていましたけれども、当然従業員の我々もものすごく驚きました。正一郎名誉会長はどんなような反応だったんですか？そろそろ変わったらどうだみたいな感じです、ね。あ、そうなんですか。そろそろ変わったらどうだっていう感じでしたよ。驚かれたわけじゃないんですね。っていうかね、私はね、なかなか相談をするとね、なんて言われるか分かりませんでしょ。もっと頑張れって言われても困りますしね。だから事後にね言えばいいかなというふうにも思ってました。ところがやっぱりね、そういう会話なるんですね。なってもうそろそろ変わったらどうってきましたから、あ、これは的を得たと、いうふうに思いました。2002年に旭日大綬章、2007年に桐花大綬章を受章、さらにフランスのレジオン・ド・ヌール勲章グラン・オフィシエを贈られています。2007年には自動車産業に功績を残した人物を顕彰するアメリカ自動車殿堂に日本人では7人目の殿堂入りを果たしました。ものづくりは人づくりという信念のもと、人材育成に力を注いできた正一郎さん。現場の実態を重視する現地現物の考え方は未来に受け継がれていきます。